このところずっと雨続きだったのに、午後になってようやく晴れました。気温もそう寒くなくて、歩くのにもちょうどいい感じです。今通った緑の屋根の車はカーシェアリングの電気自動車です。サンジェルマン・デ・プレ教会の前の老舗カフェなどはずっと休業中ですが、こんなかわいいカフェが出現していました。トリップバイクカフェ。三輪自転車にプロ仕様のカフェマシンが搭載されているという感じですね。本格コーヒーのいい匂いがしています。この柵のところにはモノクロ写真の青空展覧会といったところ、アーティストが自分の作品を並べて売っています。教会横の小さな公園に入ってみましょうか。この正面の彫像はピカソの作品で、ドラマールがモデルになっています。ギヨーム・アポリネール、詩人のアポリネールに捧げたもののようです。ラベイ通りを歩いていくと、このお店のウィンドウがいつもとても美しいなぁと思って眺めている場所があります。インテリアファブリックの専門店、マニュエル・カノーバスのお店です。このランプシェード、刺繍がしてあります。このスツールも、そしてクッションも、見ているだけでもう惚れ惚れしてしまいます。このお店の角を曲がると、私が大好きなフルスタンベール広場があります。すっくりと伸びているのは桐の木です。実は今日の私にはちょっと用事があります。お目当てはこの広場に面しているとても素敵な花屋さんなんです。オズガーデンという名前のお店です。私はこちらのお店にお仕事でよくお世話になっているんですけれども、こちらセシルさんの作る花束はいかにもパリのただいま現在のエレガンスを形にしたような作品で、いつも本当に嬉しくなってしまうんです。今日はちょっと仕事の話もあって立ち寄りました。もうミモザが入ってきていますね。店内はこんな感じ。もちろんセシルさんにお断りして撮影していますので、どうぞご安心を。聞けばちょうど今朝の市場で仕入れてきたところだそうで、フレッシュな花がたくさん揃っていました。もうスイートピーも出てきているようで、こんなうっとりするような花のシアターでしょうか。花屋さんのいいところというのは、次の季節を一足先に運んできてくれる、そんな場所だと思います。アビアント、またねとセシルさんとお別れして、この辺りを少し
歩いてみようと思います。フルスタンベール広場は映画の舞台になったりした場所ですけれども、数日前たまたまこんな風景にも出くわしました。私はあまり車に詳しくないのですが、シトロエンのヴィンテージカーでトラクションアボン、つまり前輪駆動の先駆けになった車だそうです。アンティークのお店のウィンドウを覗き込んでいる人がいますけれども、確かにパリのブティックは外から眺めているだけでも十分に楽しめます。私もウィンドウショッピングと行きましょうかね。こちらもインテリアファブリックの専門店、ピエール・フレイのお店です。こちらのお店は毎シーズンいろいろなテイストの作品を発表しています。これは随分鮮やかなシリーズですね。そしてこちらのシリーズはというと、レフリ・オリオンタル、オリエンタルの空想とか白チュームとか、そういう意味でしょうか。折衷主義という、いわゆるいろいろな時代やテイストを組み合わせたインテリアの構成にしていますけれども、それをうまく形にしてしまうところがやはりパリのセンスかなと思います。こちらはまた別のお店のウィンドウ、ガレット・デ・ホワがあるこの季節ならではのテーブルデコレーションというところですね。お店の名前はアリクス・デ・レイニス、創業者でデザイナーでもある女性のお名前がそのままお店の名前になっています。リモージュ焼きのオリジナルの白い器、そしてアクセサリーですとか香りのろうそく、とてもいい趣味で発表されていますね。このランプシェードもオリジナルで陶器でできているようですね。そしてたくさんの白い器たち、そしてこのお向かいにも焼き物の店があります。こちらはジアンという老舗ブランド。ジアンという名前はロワール川、つまりフランスの王様や貴族たちのお城のあるあの地方の町の名前です。いろいろなテイストのコレクションが並んでいますね。そして今はなんとソルドの時期でもありました。その蓮向かいには本屋さん、リブレリー・マルチーム・オートメー、海にまつわる本が専門ですね。セル・オ・モンド、そしてヴォンデ・グローブ。今確かにヴォンデ・グローブというヨットレースが開催されています。単独無寄港無補給の、世界一過酷なレースと言われているようです。船にまつわる小物も売っているようですね。ホイッスルとか灰皿、そして栓抜きなどもありますね。こちら左側のブティックは私が来た頃から、つまりもう20年くらい
あると思います。実は中に入ったことはないんですけれども、いつも外からこうして見ていて、大人っぽくてなんだか素敵だなぁと思っているんです。雰囲気からするとアンティークショップのように思えるんですけれども、例えばこの食器などはギャラリーのアトリエで制作していますと添え書きがありますから、オリジナルで商品を作っているということのようですね。ジャコブ通り、そしてボナパルト通り、ちょっと外に出てきてみたという感じの人たちがちらほらと見えます。そうそう、もうソルドの時期でもありますしね。そしてこちらはちょっとテイストの変わったお店で、歴史上の有名人の直筆のものを扱っているところなんです。この右の手紙の主はというと、マーキー・ドゥ・サド、佐渡公爵。そして隣のモノクロ写真はミュージカル「雨に歌えば」のジーン・ケリーのサインが入っているようです。さらにお隣はというとシャルル・ボードレールの手紙のようですね。もうバレンタインデーの飾り付けになっていますね。こちら皆さんご存知のマカロンで有名なラ・デュレのお店。シーズンごとに発表されるこちらのボックスはとてもデザインに力が入っていますけれども、今年のバレンタインデーはアムール、ラブですね。ピンクとシルバーが基調になっているみたいです。そしてなんとマカロンそのものがゴールドのハート型をしていました。こちらは華道プレゼントと書いてあるウィンドウのお店。バスク地方の付近とかテーブル周りの雑貨がたくさん飾ってあります。私がこうやってウィンドウを見ていると、道を歩いていた熟年マダム2人連れも吸い寄せられるように横にやってきて、この日曜日誕生日会があるからプレゼントにちょうどいいかも、そうねそうねと言いながらお店の中に入って行きました。その蓮向かいにあるカフェ、ここももちろんずっと休業なんですけれど、店内をとてもきれいにデコレーションしていて、道行く人を楽しませてくれています。どうやら店頭でテイクアウトのサービスをしているようなので、冬の午後といえばやっぱりショコラショーとばかりホットチョコレートをいただくことにしました。お客さんは来ますかと尋ねると、今日みたいなお天気ならね、それにソルドも始まったことだしとムッシュ。なんならこの男も今ならソルドですと冗談を飛ばして笑わせてくれました。こういう何気ないやりとりが確かにカフェにはあるんですよね。すっかり忘れていたこの感覚がとってもいいなぁと、ショコラショーをいただきながらにんまりとしました。